皆さんこんにちは。今日もクラウド3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相も変わらず南部と水木でお届けしていきたいと思います。お願いします。お願いします。ごめんなさいね。リノの話を聞きたい方ごめんなさい。また今日も2人です。リノさんがなかなかタイミング合わずに出れないから、俺らさ、日本の300万人に1人ぐらいしか視聴者がいないのかな。やっぱりなんかこう30そこそこのおじさん2人の会話って面白くないのかもね。どうなのかね。やってる俺らは面白いけどね。聞いてる人たちはね、そうどうなのか。やっぱり女性の話、女性って大事なんだね。いや、そうだよ。まあ、そうだよ、まずめげずに喋り続けましょう。いや、めげずにやり続けよう、本当に。まずね、何より、続けてきて、成長してるからね、俺ら。いや、なんかさ、なんか相当会話が上手くなってるっていう話がなんか、俺周りでもちょこちょこ聞こえるんだけど。本当に？水木周りでこのラジオ聞いてくれてる人なんかいるの？逆に。ほら、南部の前にいた中学あるよ、中学。はいはい。その時のリスナーがいまして。そう。そうなの？そう。それとかは。俺の中学校の同級生ってことだよね。そういうこと。嬉しいなそれは。で、多分南部の中学の、ね、しか知らない子からしたら、南部ってこんな一面あんのみたいなところをさ、ほら、編集で、リノさんが相当引き出してくれてるからさ。そうだね。いや、でも嬉しいな。なんか中学校の同級生とかさ、あんまり今、ね、連絡取り合ったりする人もいないからさ、なんかそういう人たちが気にかけてくれてるっていうだけでもありがたいな。ね、ありがたい。面白いよね。なんか俺も面白いなと思って。ね、なんかどこでどういう人が繋がってどこで聞いてくれるか分かんないっていうのがまたいいよね。ね、面白いよね。で、そういう意味でもやっぱ俺らやり続ける、意義はあるよ。頑張りましょう。そうでね、今回ちょっと冒頭に俺一個話したいことがあって、このラジオでもおなじみの、俺のチームメイトのエベルトン選手がいるじゃないですか。このラジオといえば、元キャプテン、ね。ウィリーか、長身のエベルトンのどちらかだもんね。そう。で、そのエベルトンがまさかのチームを退団することになりまして。で、今シーズン、エベルトンそう。だから今シーズン最初、立ち上げの時に一緒にプレイしたウィリーとエベルトンまさか2人が抜けちゃうっていうシーズン途中に。俺にとってはもう大の痛手ですよね。だってなんならその2人と仲良かったもん。まあ仲いいっていうのもあるし、そのやっぱ一緒にプレイしてて本当にやりやすかったっていうのがあるから、そうやっぱさ、こう、なんでっていうかな、目に見えない信頼関係が双方にあったから、本当にやりやすかったの。なんかストレスが本当なくて、で、前のラジオでも言ったけど、今俺は守備的なポジションでやってるから、やっぱ俺の前に彼ら2人がいるっていうので、なんかこう、汚れ役じゃないけど、なんかそういうのも苦に思わずできたわけ。ただその彼ら2人がいなくなっちゃうから、まあウィリーがいなくもうチーム移動しちゃってて、エベルトンももう多分あと1試合ぐらいでチームを去らなきゃいけないから、そう、ちょっとね、残念だよね。で、俺もさ、ずっと今まで前の選手だったから、自分のその性格っていうのがこう、なんかこう、エゴイストな部分が結構あるの。まあ、水木わかると思うけど。わかるよ。俺がさ、水木にさ、水木自由にプレイしていいよ、俺は水木のサポートするからっていう性格ではないじゃん。ないよね。だから守備的ってもうめちゃくちゃ違和感ある。そう、だから、選手によっては、なんか、俺もさ、いや、お前らなんかのためにこっちは走んねえから、みたいな感じで思っちゃうこともあるわけ。そう。そっちの方。そうって思っちゃうわけよ。で、彼ら2人はいたから、なんかこれは彼らを信頼して、汚れ役になったとしてもどっかでパスはくれるし、なんかね、こう、チームのためにいろんなことやってくれるから、俺も、何にも苦に思わずできたんだけど、ちょっとね、その2人がいなくなっちゃうっていうのは俺にとって大ニュースだね。いや、だからさ、結局、エベルトンには何があったの？まあ、担当直入に言うともう、だからクビになっちゃって、チームを。そう、監督が新しい外人を連れてきたいっていうので、エベルトンと同じポジションの選手を連れてきて、で、まあ、エベルトンは、まあ、アウトになっちゃったっていう感じだよね。それって、なんか契約満了までどうこうとかそういうことではなくて、もうスイッチ。そう。本当になんかね、厳しい世界、本当に。俺も明日の我が身じゃないけど、やっぱエベルトンとかもさ、まあ何年契約か分かんないけど、少なくても今シーズン終わるまでの契約は彼は絶対あるわけよ。でもやっぱりいい選手がいれば取ってくるし、その選手が契約あっても、
活躍できなかったらアウトになっちゃうしっていう、本当になんかもう本当厳しい世界だから。うわ、リアル。そう、だから本当に、なんだろうね、もう常に結果を出し続けなきゃいけないから、まあ今回はベルトンだったけど、まあ俺だったかもしれないし、本当になんかもう明日は我が身じゃないけど。これさ、エベルトンは、そもそも調子悪かった？その、個人的な結果で言うと、得点はそんなに取れてなかったわけ。そう、だからやっぱ彼のポジションはフォワードだし、まあその部分で言うと、確かに物足りなさはあったかもしれないんだけど、まああくまで俺の意見で言うと、もう得点以上に、本当チームの対してのその、重要な役割を、追ってたから、だから、本当に残念だし、目に見える結果じゃないところでのチームの貢献度はめちゃくちゃ高かったから、だから本当に残念だね。なるほどね。なんかさ、まあ、時々移籍して誰か新しい人が入るみたいなのってよくあるじゃん。それってさ、監督とさ、選手の関係性とかさ、移籍する前段、実はこういう選手を取ろうと思ってんだよね、みたいなところってさ、どこまで風通しがいいのか？いやー、まあ、なんとなく直前に噂は流れるよね、チーム内で。こういう選手探してるらしいよ、このポジションの選手探してるらしいよっていうのは、ポツポツとやっぱ選手の耳にも入ってくる。あとは、やっぱりもう明らかにその選手への扱いが良くなかったりするから、もうその時は、もうこの選手変えられるんだなっていうのはもう分かったりする。それはもう監督の態度。まあそうだね、監督の態度、あと監督の、選手の起用法だったりとか、まあそういうのを見てなんとなく分かることが多い。じゃあ、あんまり露骨にこうしっかりこいつを入れようと思ってるっていう、向き合ったコミュニケーションっていうよりかは、こう、分からせる感じでいくのか。そう、あとまあ、結局、事後報告になるよね。うわ、超生々しい、ね。だからもう選手を取ってきて、今回とかもそうだけど、選手はもう新しい選手がいきなりチームに合流して、で、誰がクビになるのみたいな感じの雰囲気になるじゃん。そしたら、今回はその彼がアウトになったらしいよとか、そういう感じ。マジで？厳しいよね。厳しいね。そう、だから、一定の期間は新しく入ってきた選手と、出ていかなきゃいけない選手は同じ練習場で練習してるみたいな感じになる。ただ、もう時間を追っていけば、一人の選手はもう必然的にチームから出されちゃうっていうパターンになっていくね。うわ、まず、すごいね。そうだよ。だからなんかもう契約なんか合ってないようなもんだからさ。いや、そういうことだよね。そういうこと。保証された期間なんて全然保証されてないじゃんね。そうだよ。だから本当にもう、ね、毎試合最後のつもりでやらなきゃいけないし、もう怪我なんかしたら終わりだし、それこそ。だから本当にね、まあシビアだなって、まあそれがいいんだけどね。俺らがさ、生きてきた中、生きてきてる世界はそういうのがあるから、そこでやっぱ生き残ってきてる選手が本当にいい選手だし、まあそこがね、問われるから、自分の実力は。あれだけど、俺が客観的に外から見たら本当に厳しい世界だなっていうのは感じるね。なるほど。それさ、ちょっとすげえなんか俺も興奮しちゃって聞いてるけどさ、その違うポジションの新しい新加入選手っていうのがもう入ってきたわけでしょ？入ってきたよ。だよね。で、なんとかですみたいな感じで自己紹介があるわけじゃん。そう。で、その時って、なんなら南部だったかもしれないわけでしょ？あ、そうだね。俺だったかもしれない。可能性はゼロじゃない。しかも外国人枠っていうのがあるから、ちょっと外国人枠の人が、っていう感じの可能性ってことだよね。そう。すげえ、それ。すごい。って感じになってくるから。そんな感じだよね。生々しい話。っていうのが最近直近のショックなニュースでした。なるほど。いや、エベルトン。最後は試合はするの？最後は明日試合があって、あともう1試合12月の頭にもう1試合あるんだけど、その残り2試合で終わり、最後かな。なるほど。エベルトンと一緒にできるのは。エベルトン、グッドラック。いやー、ほんとグッドラックだよ。まあそんなこんなでというか、ちょっとエベルトンの話がショッキングではあったんですが、これはなんか俺ちょっと視聴者の人に対してもいいニュースなんじゃないかなって思っ
ていて、うん。なんだ、今からこれが話のテーマにはなるんだけど、実は、南部に対してすごくいいニュースが飛び込んできましたと。はい。ね、多分ね。で、それはなんでかっていうところも、具体的な話は聞いてなくて、そこら辺をちょっと今回のラジオでは聞いていきたいなと思ってるんですけど、まずじゃあズバリ。はい。ズバリ、ちょっと前ほんと数ヶ月前なんだけど、マネジメント会社に、と契約して、そう。で、これからは、いろんな活動を、ユニオンビズ株式会社っていうところなんだけど、ユニオンビズそう、そこと一緒に何かこうやっていくことが増えそう。面白い。って感じかな。それの経緯を、実際、リノと俺と南部のやりとりの中で、実はこういう流れがあって、みたいな話はさ、ちょこちょこしてくれるじゃん。そうだね。そう。だからさ、その中でちょっとそんな話があったんだけど、いきさつみたいなところまでは聞いてなかったから、ぜひいきさつなんかも教えてもらえるといいんだけど。なんかね、まずは、俺の大学の同期がそこの会社に今年から勤めてて、で、その会社でスポーツ選手のマネージメントを行っていくっていうのが決まったみたいなのね。じゃあ、スポーツマネージメントの会社なんだ。そう、あとはやっぱなんかスポーツブランドなのかな。なんかちょっと俺もその会社のことは詳しくないけど、スポーツマネージメントも本腰入れてやっていこうみたいな会社らしくて、で、最初は、どちらかっていうと、スポットライトが当たらないけど、その競技では、日本のトップの選手のサポートをしようっていうところで、会社の方針だったらしいの。でもそこで、サッカー選手だったりとかも、マネージメントしていこうっていう話で、ちょっとこう、方向が変わって、で、俺のその同期の選手が、元J リーガーだったから、何人かの選手をピックアップして、その会社に、こんな選手がいるんですけどっていう表を見せたみたいなのね。例えばJ1 の選手だったりとか、海外でプレーしてる選手だったりとか、いろんな日本国内で経験がある選手とか。で、そこに、俺がポツンと入ってたらしいの。入れてくれてたらしいの。そしたら、その会社の人が、なんか俺の経歴に面白いねって言ってくれたみたいで、で、南部健三どうっていう話で、返答をくれたみたいなの。で、そっから俺の友達が俺に連絡くれて、こんな話になってるんだけど、健三興味あるっていうので、そう。で、俺も、その、ね、担当してくれてる人が俺の知り合いで大学の同期ってこともあるし、なんか自分がいろいろ今後やっていきたいってなった時に、やっぱスピード感が大事だから、やっぱ一人でできない部分とかもあるから、そういうので一緒にやってくれる、人たちがいると助かるからっていうので、契約することに至ったって感じ。なるほど。面白いね。なんとなく、この会社の名前とか会社の話はしちゃっても大丈夫なんだよね。大丈夫だけど、今俺が言ったことが全て合ってるか分かんない。いいよ、全然流し。全然大丈夫。全然大丈夫だし、今なんかホームページ見てると、愛知県の本社なんだね。そう、愛知県の本社なの。なるほど。面白い。っていうのもあって、俺、大学4年間さ、愛知県の中京大学っていうところにお世話になったから、その愛知県でっていうのも一つの縁かなと思って。そうで、そこの会社で働いてる人が、俺の大学の時に一緒にサッカー部だった選手とかが引退してそこで就職してるって人も何人かいて、そういう縁があったから。なるほど。そう。そのじゃあ担当、このユニオンビズで働かれてる方っていうのが南部の同期の方で。そう。なんかさ、それどういう経緯で南部チョイスに至ったのかみたいなところまでさ、なんかちょっと今度ラジオとかで話聞いてみたくない？今度、そうだね、聞いてみたいね。なんか俺もなんとなくは聞いたけど、もう少し詳しいことは、聞いてみたら面白いかもね。それってさ、ちなみにじゃあユニオンビズさん側の南部のマネージメントの起用方法みたいなのって、どんな感じで、あれなの、イメージされてるのかってちょっと聞けたりする？俺がユニオンビズさんと話してる中で伝えてるのは、最終的にこんなことやりたいっていう俺が、イメージがあるから、で、それを伝えた上で、じゃあ、最終目標はそこで、それまでにこういうことやっていこうっていうのは、話してる。なるほど。そう。で、具体的にそれを話すと、で、まず、担当してくれてる俺の同期の人が、健三のマネージメントをしたいっていうのを、その前からずっと話してくれてたわけ。ただ、今会社としてはサッカー選手っていうのを見てないから、どのタイミングになるかは分からないっていう感じだったの。ただ、それでちょっと方向が変わって、今回じゃ契約できるっていう話になったわけよ。だから、どちらかというと、
あちら側の会社からこういうことしてほしいんですけどっていうよりも、俺がこういうことしたいから、一緒になって、そこに行くための過程をこう一緒に築いていってほしいですっていう感じ。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、どちらかというともう南部の意思尊重型なんだ。そうだね。まあ、プラス、そこに行くまでの過程で、こういう風にできることがあったりとかしたら、僕の方に、伝えてくださいっていう感じで、まあ、うまくこう、コミュニケーションを取りながら進ませていきましょうみたいな感じ。そう、だって俺もそんなさ、大物なわけじゃないから、黙っててなんか仕事が来るわけじゃないし、マネジメント会社に入ったからじゃあ、ね、なんかこう、ボンボン来るわけじゃないからさ、そんなこと、甘くはないんだけど、ただだからさっきも言ったように、なんか自分がやりたいこととかにスピード持って、できるように一緒になって歩んでってくださいっていう感じかな、双方が。なるほど、なるほど。なるほどね、面白い。なんかさ、一番最初に南部が、ちょっとラジオやってよ、みたいな、ラジオ手伝ってよ、みたいな感じで話を声かけてきてくれたときに、南部はちゃんと俺の思いも、そこにないと、あんまりこう、意味ないと思う、みたいな話をくれた。そうそう。でその中で、なんか俺は、南部のサッカー選手人生は正直、通過点だと思っていて、そう、プロサッカー選手である南部っていうところがあんまりこう光浴びまくってても、その先の南部の方が面白いだろうなっていうふうに思っていて、はいはい。そう、なんかそれを、なんかこの、マネジメント会社に所属しましたっていう話を聞いたときに、なんかちょっと未来見えてきたかも、俺が見たい南部像がどんどん見えてきそうみたいな感じで思ったんだよ。そうそうそう。なんか、なるほど。だからどういう風に今後南部が行く末があるかわからないけども、サッカー選手としての南部剣道ももちろんそうかもしれないけど、このマネジメント会社の人たちが南部のこう、キャラクターとかパーソナリティとか、ちょっとこの子面白そうじゃんみたいなところでもさ、少しこう、見てくれてるわけじゃん。そうなっていくと面白いなっていう、こう、未来予想図みたいな中に南部がいるわけで、なんかそれとかはなんかすごい俺の中では面白いなと思って、こういう風に一つ形になったっていうのは、リスナーの人たちも相当また違った角度の南部を見れるんじゃないかなって思って。なるほどね。なんかめっちゃ面白そう。どうなるか。ね。っていう、ちょっと話してしまったんだけど、南部が逆に、このユニオンビズさんに対して、どういう風な将来像みたいなのって話をしたの？やりたいことだったりとか。まず、僕から話させてもらったのは、3つあって、まあ1つは、本書きたいって言ったの。本を出したいって言って、出したいと思ってる。だから、いろんなこう、本を出すためには、なんかいろんなこうストーリーが必要だし、いろんな経験しなきゃいけないし、本って言ってもどういう本を出すかっていうのも大事だから、そこまでは具体的に決まってはないけど、とりあえず本は出したいと思ってるから、そこに行くまでの過程をまともにしてほしいとか、本を出すってなった時の、出すまでのそのサポートだったり、をしてほしいっていうのと、あと二つ目が、だから水木と俺は入野さんと一緒に、35番で公演を八王子でしたいって言ってるじゃん。まあ俺なり、そのいろんな著名人だったり、スポーツ選手たちで集めて、もう満員で講演会を開きたいって言ってるから、まあそれも伝えて、で、あと一つは、八王子で、その、大きい継続できるイベントを作りたい。俺は。なるほど、なるほど。はいはいはい。って言ってて、そう。で、なんだっけ、その、三方よしの、イベントを継続できるものにしたいわけ。例えばサッカーのイベントだったら、まあ、企業とか、その、スポンサーしてくれてる企業だったりとか、関わってくれてる、その、バイトの学生だったりとか、まあ、その来てくれてる子供たちとか、その子供たちと一緒に来てくれてる親とかが、もう三方よしで、双方がウィンになるような状態なイベント。プラス、ゲストを変えれば、それが継続してできて、で、ゲストを変えれば子供たちはその人たち、ゲストによっていろんなものが得られる。また違った目線とかで。っていうのを、俺が第一人者としてやっていきたいから、まあそれをちょっとこう一緒になってやってほしいっていうのは、伝えたかな。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあそこはもうブレなく、前からずっと話してたところに、こう、なんていうの、新たなサポートメンバーが加わったというか、新たな強力な。そうそうそう。ね、よりこう実現性が高まったみたいな感じで。そう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 。まあでも、どこまで一緒にやれるかっていうのは正直蓋開けてみなきゃわかんないから、その彼らもさ、他の選手持ってるわけだし。なるほど、なるほど。そう、あんま俺がさ、人に頼りすぎて待っててもしょうがないから、もう俺ができることやって
かなきゃいけないなと思ってるけど、これは具体的に言うと、その会社に所属したみたいな感じ？いや、所属したっていうか、もう普通に、マネジメント選手として契約したから、契約選手みたいな感じかな。なるほど、なるほど。そう、ただ俺も初めてだから、どういうものなのかっていうのは正直わかんない、今は。なるほど。じゃあちょっとこれはすげえまた面白い形になりそうだね。まあ、それは本当わかんないから、どういう風になるのか、このまま冷めて終わるかもしれないし、何も起こらず終わるかもしれないし、これからいろんなことが発展していくかもしれないから、まあやってみなきゃわかんないけど、なんかせっかくそういう縁で、ね、そういう人たちと出会えたんだから、なんか、なんか形にしたいなと思ってるけど。なるほど。これは朗報ですね。あと普通に、水木がやってる店とかで一日店長と、無給で仕事とかもしてみたい。俺も社会的経験ないから、全然お金とかいらないから、なんかただの挨拶とか店頭の横で、紙コップ配るとかゴミを集めるとかでもいいから、なんかそういうのやってみたい。こっち来たら全然いいじゃん、東京帰ってきたら。いらっしゃいませって言うだけでもいいから、なんかそういうのをやってみたいと思って。まあそれちょっとマネジメントの話とは変わっちゃうけど。なるほど。なんかやってみたい。なんかさ、まあ結局さ、そのなんだ、面白い活動をしてる人たちを応援しますよ、みたいなところもあるしさ、そういう人にこう集まってくるわけで、南部がもう少しこういろいろやってみたい、業種とか、業界とか。業界か。なんか今パッとは思い浮かばないけど、なんかサッカーとは一見かけ離れてるような感じだけど、サッカーと繋がってるようなことはしてみたいな。どういうことだろう。なんか今さ、それこそ、ユニオンビズさんのホームページ見てると、なんか人工芝、そう。ね、なんか、ちょっとやってるよね。サッカーだけじゃない、こう、ところで。家の庭に人工芝を引いたりとか、そういうのをやってるみたいで。そういうのがメインなのかな。サッカーに繋がってるようで繋がってないようで繋がってるって、なんだろう。てか基本的に、なんかもうイコールさしちゃえば、なんか繋がるじゃん、結構。間違いない。そう、だから、もうサッカーしてないことをちょっとやってみたいなっていうのはある。はい。それこそ飲食とか。まあそういうのもできるんだってやってみたいし、でもそれこそ俺、自分のカフェ持ってみたいなと思ってるから。めっちゃいいじゃん。そう、なんかタイとかインドネシアでやってて、カフェってすごいおしゃれなところ多くてさ、で、俺も結構行くこと多いからコーヒー好きだから。で、こういう風に、そこのカフェ目当てに来るお客さんがいて、で、カフェを提供するっていうか、そのなんか空間とかその時間をお客さんに提供するじゃん。カフェって。もちろんコーヒーとかもだけど、コーヒーだけを売ってるわけじゃないから。で、それなんか来てくれてるお客さんが、なんか付加価値としてなんかそこに来たいっていうような環境を提供できるのっていいなと思ってて。で、なんか自分も、ここのカフェ居心地いいなとか、ここのカフェちょっとなっていうのを感じることやっぱあるから。なんかそういうのを、従業員とかお客さんじゃなくて、自分でやってみたいみたいなのがある。いいね。それ結構近い未来って感じだね。そう。まあ、あとはさ、タイとかインドネシアって結構コーヒーが有名で、やっぱ気候的に美味しい豆が取れるわけ。そう。だからなんかそういう風に自分が住んでる場所から、場所の豆とかをこう日本だったりとかに持ってって、なんかこう提供してあげたいなっていうふうに思うし、そしたらまあそれがうまくねやれればそういうインドネシアだったりタイ人とかのさ雇用も埋めるだろうし、つながりもそこから持てるだろうし、なんかそういうのをやりたいなってなんかぼんやりだけど。なるほど。まあそしたら水木スカウトするけど。やば、引き抜かれる。引き抜くよ。絶対嫌だ。俺ほど働かせるけどね。無給だからね、365日。今、インドネシアと日本っていう距離感で俺ギリなのよ。時差もあって、これでなんとなく俺が保ててるの。これ同じ建物と同じ空間、同じ国とか絶対ダメ。あと、歩合制にするわ。いや、お前なんで勝手に雇う気になってんだよ、固定給じゃなくて歩合制、働きぶりを見て給料決めるわ。おもろい。ここで公言しとくわ。なんかそんなことは思ってる。でもね、俺サッカークラブのなんか経営とかもしてみたいなと思ってるから。いやなんかいいんじゃない？それめっちゃ現実的というか、なんつうんだろう。イメージしやすいかも。そう。だからまあ、こんなことがあったらなんかめちゃくちゃ真面目な回になっちゃうから面白くねえけど、ちょっとなんか、今まで俺がなんかこう、ここ数年経験してきたことを踏まえて言うと、やっぱサッカー選手って結局雇われてる側じゃん。
なるほど。ようにしなわけで。だから、自分のその将来って自分でコントロールできないわけよ。はいはいはい。ああ、確かに極端に言うとね。そうそうそう。どんなに活躍しようが、結局、来シーズンの契約するかしないかっていうのは自分の決定権ないから、上が決めるわけじゃん。っていうのがなんかすごくなんか疑問に思うっていうか悔しいから、なんか自分が上に立ってれば、自分次第で良くも悪くも動くわけじゃん。そう。もちろんそこにはリスクも、伴うけど、自分の頑張り次第では、それなりについてくるし、自分がサボれば、自分も含めて、雇わせてもらってる人たちも悲しませちゃうことになるから、だからそこの責任は俺にあるわけじゃん。だからそういう立場になりたいっていうのから、雇われてサッカーやっててそれをすごく感じる。なるほど、ね。なんか上の人になんか俺のことをコントロールされたくないみたいな。わかるから伝わるかな。いや全然わかるよ。全然わかるし、そう思う人いっぱいいる。いっぱいいるよね。だから今の発言はちょっと撤退するわ。カット。いっぱいいるならいいや。いっぱいいるよ。多分そうやって思ってる会社員とかサラリーマンとかそうなんだよね。まあでも本当にそういう話っていっぱい思うわけよ、絶対。結局。で、結局俺も含めてだけど、だから結局思う人はいっぱいいるけど、じゃあやる人って何人なのって話になるし。そりゃそうだ。そう。で、やったとしてもじゃあ継続できる人何人なのって話になるし。で、そっからじゃあ継続したかもしれないけど、そこで成功を得られる人って何人なのってなるから。まあ、いっぱい思ってる人いるけど、やるかどうかはまあ俺次第だからさ。俺と、次第だから。ただそんなことをやってみたいなっていう。なんで俺がお前らみたいな、なんかよくも全体見てねえやつに首とか首じゃねえとか言われなきゃいけねえんだよって俺は思っちゃってるから。そんなんだったら立場逆転してやるっていう感じだから。いいね。これが12月の中旬の年末に流れるって考えると痺れるね、やっぱりね。でもいいやん。12月の中旬なんかこのラジオなんかみんな見る暇ないし、忙しくて。聞く暇ないっしょ。ただね、俺はそんな風に思ってる。お前のその、ね、感情で、俺のその契約内容とか契約を解除するとかそんなの決めてんじゃねえよ。誰だよ、特定の誰かいるだろ、それ。まあでも俺がその立場になったらそれを俺が決断しなきゃいけない立場になるんだけどね。まあ、確かにね。でもなんならなんかそういう行く末すらもなんかすごく面白そうだなと思ってるし、多分そこに期待してくれてるっていうのが今回のマネジメント会社でもあるかもしれないね。まあ、そうだね。ちなみに南部さん、ちょっと最後というか佳境になってきてるんですけど、以前からちょこちょこ小出しでお話ししていた、南部とのコラボ。今までは南部のプロサッカー選手になってからっていうところを、ちょっとこう、第1回、第2回と分けながらやってきたと思うんだけど、それとは別のこのクラウド3のラジオの中で別コーナーっていうのが新しくやりますよみたいな話をしてたじゃん。はい。実は、それの収録がまず1回目終わっています。そうですね、終わりましたね、1回。終わりましたね、お疲れ様でした。なんかちょっとだけ、まあ、ゲストはもちろん、言わないでおくし、リリースももう少しまだ先になると思うんですけど、ちょっとどんな感じだったかみたいなところの触りだけ触っときたいな。あ、そうだね。第1回目のゲスト正直めっちゃ悩んだ。なんかその、言い方悪いな。まあ、ちょっと名前がある人にお願いすれば聞いてくれる人って、まあその回は増えるし、認知度は増えるじゃん。ただなんか自分がラジオやっていく上で、なんかあからさまに最初から人の手を変えるのって嫌なのね。っていうこととか、あとサッカー関係だって嫌だなとか思ったりとかしてて、何がいいんだろうなっていうので、ちょうどなんか当てはまったのがその彼で、第1回目のそのゲストの方で、あるね。ある男性の方を。で、まあ、なんでその彼を選んだかっていうと、まあその彼も元はサッカーやってた人で、で、やっぱりさ、よくある、なんていうかな、その、誘惑に負けちゃってサッカーで大成しなかったタイプの人なの。ただ、それで、自分でその、ね、何がいけなかったのかとかを、ちょっと自分なりに多分こう自己分析して、今社会人になった今、その、悔しい思いを生かして頑張ってるような人だから、
なんかそういう俺たちのラジオになんか共通する部分があるのかなっていうふうに思って、第1回目のゲストはその人に出てもらったっていう感じかな。なるほど、なるほど、なるほど。今回、ちょっとだけ小出しにすると、実は南部さん MC やってます。今回はもう南部 MC がゲストを迎えて、その人とトークしていくっていう形でラジオ収録しているので、今回は俺もリノもお休みっていう形で新たなコーナーを作ってるんだけど、そこら辺の MC やってみた感想みたいなところはどう？まあ、ステップバイステップじゃない。ちょっとそのね、ゲストには申し訳ないけど、まあ、これもさ、やけに弱気。いやいや、わかんない。正直これはもう自分でもう一回聞き直してみなきゃわかんないけど、だって、自分で聞いてよかった、満足なんかしないじゃん。いくら成長したとしても。だからわかんないよね。自分で評価できないから、まあ、水木判断して。ちなみに引き出せた感はあったの？でも引き出せたっていうともうそもそもなんかもう引き出さなくても溢れ出てくるから、その話の話題が。なんなら MC 必要なかったんじゃないかなとは思うけど。MC っていうポジション自体が必要なかったんじゃないかなってね。そうそう、ちょっと無理やり話題を振らしてもらったけど、なんかもう出てくるからどんどん。なるほど、なるほど。1時間ちょっとの収録だったけど、実際もう話そうと思ったら止まんないだろうし。そうだよね。もうぎゅうぎゅうに詰めて1時間ちょっとの収録で終わらして、多分編集でまた50分ぐらいになるって感じかな。はい。なるほど。いや、だから、今ちょうどね、編集のリノは多分手つけてくれたりとかしていると思うんだけど、俺はまだ一切聞いてない状態で、相当今楽しみでしょうがないんだけど、ちょっとそういう企画も今始まって、並行でね、進行中っていうことだけ、今リスナーの人に、ちょっと伝えたかったなっていうところで入れさせてもらいました。そうだね、やっぱり、自分もなんかこう話してて、あ、そうだなって気づかされること多かったし。やっぱりこう、サッカーやってるとさ、どうしても自分からこう、つながり、てかこの視野をさ、外にって向けようとしてても、やっぱりどうしてもこう、サッカー関係の人といる時間がなかったりするじゃん。まあだからこういう風に改めて話すことによって、その外の世界の話を聞けたりとか、で、やっぱでも、生きてる場は違くてもやっぱ繋がってるところあるんだなとか、なんかそういう勉強になることが多かったから。だから今後も、そのコラボっていうのは続けていきたいんだけど、やっぱ異業種の人とのコラボっていうのを第一優先として考えていきたいなと改めて思ったね。はい。いいですね。超楽しみですね。なんかそこら辺のコラボ相手みたいなところはね、なんか、まだ全然、多分やりたい人がいっぱいいると思うんだけど。なんか、いないかなむしろ南部と対談してほしいみたいな。そう。面白い。俺しますよ、私しますよ、みたいな。もしくは、この人と喋ってほしいとか、いいね。この人と知り合いじゃないんですかみたいな感じで、なんかちょっとこう、そういうコメントみたいなのもらえるとめっちゃいいかも。ね。嬉しいね。それ面白いかもしれないね。だから私と喋ってくださいとかって、そんな人いれば相当面白いよ。いやー、最高でしょ、そしたらもう。喋ってみたよ、そんな人。なんか一回さ、過酷な練習メニューを聞いてきてくれた子いたじゃん。あの子とかって、なんか喋れたりしないのかな、ちょっと。確かに。なんか結構聞いてくれてる感じだったしね。そう。なんか、やけにいろんな人よりも熱心に聞いてくれてた感じだったよね。確かに。そうだね。もうちょっともし聞いてそういうね、タイミングがあればそういう聞いてくれてる、まあリスナーっていうのかな、リスナーの方と一回そういう話をするっていうのも面白いかもね。面白い。まあちょっとこれがね、リリースされるのが12月中旬ということで、なんかほんと簡単な総括というか、なんかちょっとだけ振り返ることできます、南部さん。時間もちょっと押してきてしまいました。この年をってこと？そうだね。この年を、まあ初めてかな。クラウド3始めてからでもいいし。できないね。振り返れないね。いいね。振り返れないかな。年末とか年始とか関係ねえと。そう。そうだね。あんま関係ないかな。なるほどね。みんな、リスナーの人はみんな年末だ、年始だってなってるけど、そこに合わせない、足並みを一切合わせないスタイルでいきます。そうだね、なんか、そうですよね、合わせれないね、逆に。あんま人に合わせるの得意じゃないんだよね、俺。俺ね、サッカーって11人でやるスポーツなんだけど、俺苦手なこと集団行動だから、なんで自分がサッカーやれてんのかなってすごい思う。やれてないんだと思う。
厳密にやってないのかな厳密に言うと、強調できてないんだと思う。俺苦手なこと言っていい？俺、苦手なことチームの選手たちと一緒にご飯食べるとか、一緒の時間でご飯食べるとかさ、一緒に行動しなきゃいけないとか結構昔から苦手で。なんで一緒にしなきゃいけないのかなって、別にそれぞれでいいんじゃないかっていう風にずっと思ってた人の立場だから。そう、だから。そこにさ、具体的な理由って多分ない。まあ、ないっていうので、なんかこう、どうしても、時間気にしちゃったりとか、なんかそういうなんかこう、俺結構ね、結構多分繊細な人なの。なるほど、なるほど。だから、なんか変に気にしなくていいことも気にしちゃったりするから、だったらもう全部フリーで、もうそんな集団行動なんかなしでいいみたいな感じ。だからマジで俺だから社会人として向いてないね。結論。それは何が、ちょっと総括になったかもね、今ね。そう、何がさ、マネージメント会社でなんか将来いろいろやりたいだよね。人と一緒にできないさ、その経営者だったり、その人間なんか上に生きるわけないんだから。結論分かった。今年の総括。俺は今年の総括は、俺はもうただの希望だけで向いてない。社会に向いてないと。そう、一人でできることをやれ。いいですね。なんかすごくリスナーとしてはらしさ全開で締まったんじゃないでしょうか。この繊細な南部くん、今後ともよろしくお願いいたします。2023年12月配信で終わる月ではありますが、また1月からもね、ぜひ皆さん楽しんで聞いていただければと思います。いろんなコーナー準備してますので。そうだね。引き続き聞いていただけたらありがたいですね。なんか、じゃあ最後に、水木から、その俺に、なんかじゃあ今年1年間やってきたわけじゃん。ラジオね。こんなことをしてよとか、もっとこうしてよとか、なんかこう、リクエストみたいなのある？一つでも。ある。何どうぞ。猫被んないの？被ったことないけどな。なんかすごい、俺はこのね、ラジオ、クラウド3を始めてからすごく思うんだけど、すごく南部がいい人に映ってるのがすごく腹が立つ。そうだね。それは良くないね。そう。で、なんかちょっと俺が、少し正論というか、いやでも南部と、なんかすごいリアルな生々しくて、ちょっと人が引くような、南部のこと嫌いになるような情報とか出しても、なんかすごい上手い具合にひっくり返ってるなっていうのをラジオでこう何度も聞いていて、これはなんかこう、南部のひっくり返し方上手いのか、リノの編集が上手いのか、果たして俺の意見が、やっぱりそもそも間違っているのかみたいな感じで、ちょっとこう迷走した俺はこの半年というかクラウド3ラジオを始めて思うことだね。なるほどね。腑に落ちてないという。まあそれ補足させてもらうと、なんでお前が補足すんだよ。それに補足させてもらうと、なんでお前が補足、それだよ。それがひっくり返ってんだよ。それがひっくり返ってんだよ。これはちょっと待って、水木の立場として、水木のその、共感者として、補足させてもらうと。立つなよ、俺の立場なんて絶対口が裂けても立つって言うなよ。俺は、腹黒いから結構。分かってるよ、もちろん。俺結構、それが伝わってる。そう。結構、あんまり人と関わりすぎるのはめんどくさいから、人が間違ってるなとか思ったりとかしても別になんかいちいちそれに突っ込んだりしないことが多いの。別にもう、多分この人関わんないしとか、そう流してることが多いの。なんか、だからもしかして傍から見たら結構健三って、まあ笑顔多いし、みたいな感じで思われてるかもしれないけど、結構内面で思ってることは、その、出してる自分と180度違うことを思ってたりするから、だからそれは、包み隠さず言うと、聞いてくれてる人に伝わればいいかなっていうのは、あるね。俺、ちょっとこれ最悪なんだけど、もうこれ言うとストレートに、誰かが、試合してて、まあ誰かっていうか、特定の人とかがシュートを打つ瞬間、入りそうってなるじゃん。俺結構、外せと思ったりするからね。なんで全然話違くない？どういうこと？もうそれはさ、深くさ、話しちゃうとさ、いかないから。とにかく、誰かじゃあ A さんがいて、全員じゃないよ、もちろん。A さんがシュート打ちそうです。ってなった瞬間に、心の中で外せって思ったりする。それなんでだって聞いてるそれ。いや、もうそこは察してほしいわ。それは俺がわざわざ言語化する必要ないでしょ。サンキュー。なんかすごい、もうちょい欲しいな。それ汚いのもうちょい欲しいな。なんか最後もなんか結果、
面白いな。まあ、まずこれを聞いて、もしもサッカー関係者が聞いてくれてたら、俺には日本からオファー一切来ないね。それこそ私としてはその質問に関しては、ちょっとよく見えすぎてるよ、今年は。来年はもっともっと、本当の悪魔な南部を引き出していけるように MC させていただきますっていうことでどうでしょう。まあまあそうだね。だから引き出せてないっていう、引き出せてない人の原因でもあるからね、それは。リスナーの方、これが悪いんじゃない？これがひっくり返ってるってことですね。これはどっちが正しいんでしょうか。本当にうまい MC だったら、多分そこは引き出してくれてると思うんだよね。なるほど。これはちょっと後で収録終わった後ミーティングしましょうね。そうですね。ね。じゃあ一つだけ例に例えると飲み会で、お前全然喋らないじゃんとかさ、全然前に入ってこないじゃんって、一見場を盛り上げてるような人がいるとするじゃん。で、あたかもそのちょっと静かな人をこう、ネタにしてね。悪いように、そう。確かに確かに。でも、もしその場を盛り上げてるような人が、ちゃんと周りを見渡せて、ちゃんとその全体をこう、オーガナイズできる人だったら、そういう人たちに対しても、そういう人たちが話しやすいような振りをしたりとか、そりゃそうだ。するわけだから。はいはいはい。だから水木には、やっぱそうなってもらいたい。だから俺に、いや、もっとその、悪いところを出していけようじゃなくて、いや、引き出してもらいたいよ、こっちは。来年はそれはちょっとよろしくお願いします。リスナーの皆さん、それではありがとうございました。来年は私、いません。よろしくお願いいたします。それではじゃあ来年。ありがとうございました。じゃあ今年もクラロスを聞いてくださりありがとうございました。多分来年はおそらく僕一人かもしくはリノさんとやることになると思います。それでは、今回もラジオを聞いてくださりありがとうございました。俺がクビになってんじゃねえかよ。クビです。戦力外です。お疲れ様でした。1年間ありがとうございました。失礼します。